どこかの誰かが愚かな人類どもと言ったとして、その人類には当然自分自身も含まれている。人間について知りたいと思ったら、人間を見ているだけではいけない。人間が何を見ているのかに注目しなければ。君たちは何を見ている？僕は君たちを見ている。信じられないかもしれないが、僕は君たちのことが好きだ。昔からよく言うだろう。愛の反対は憎悪ではなく無関心だ。興味がないのならわざわざ殺したり痛めつけたりはしないんだ。余計なことばかり考える。緊張しているのか。相手を甘く見すぎて踏み込みすぎたなんてね。公安局監視官、シビラの先兵、厚生省のエリートコース。この社会に適応できない人間が発生することも、システムはシステムに組み込んでいる。重要なのは最大多数の最大幸福であり、全人口の幸福ではない。治安が悪い地区をある程度放置するのは重要だ。不可能を実現しようとすれば必ず破綻する。完全な社会は完全な社会を諦めることによって成立する。シビラシステムとはそういうものなんだろう。しかしだ、あの事件、あいつの死は明らかに異常だった。シビラシステム運営下にはありえないタイプの犯罪。そんなことができるやつがどこにどうやって。このディスクが小石になる。小石？池に投げ込んで波紋を広げる。ドミノ理論やバタフライ効果みたいなね。これはドミノの最初の一枚。迷える子羊にきっかけを与えてあげるんだ。子羊ねえ。ただのモルモットかもしれないし、もしかしたら狼に化けるかもしれない。結果がわからないからやるんだよ。とにかく準備は整った。あとはどんな摩擦が発生するか。摩擦？クラウゼビッツだ。彼は戦場ではどんなに緻密な計画でも些細な要因で遅延する可能性を指摘した。机上の作戦はどんなに練っても机上のものでしかない。偶然のトラブル、天候などのコントロール不可能な要因によって作戦が直面する障害、これが戦場の摩擦だ。もちろん僕たちがこれからやることにも当然摩擦が発生するだろう。それが少しも楽しみじゃないと言ったら嘘になる。犯罪の摩擦がどんな形で現れるのか、それは偶然なのか、シビラシステムの意志なのか、組織なのか、個人なのか。個人だとすれば、それは僕たちにとてもよく似ているはずだ。
危機に陥った鴻上さんは獰猛な獣みたいだった。私たちは健全なサイコパスを保つために何をおいてもまず内在化したシビラシステムの思想が働く。それなのになんだろう、鴻上さんからは全く異質なものを感じた。ただ潜在犯というだけではない。最初はシビラシステムの一員だったはずなのに、犯罪者と戦っていた時のあの人は強いとはどういうことなんだろう。健全なサイコパスと高度な職種への適正判定、それこそが私たちにとっての強さだった。あの人の強さはもっとアナクロでクラシカルな。あの人について考えること、それすらも危険なことのような気がした。それでも逃げることは許されない。もう私たちの人生は交錯してしまった。悪いね、ハッカーに死体処理の手伝いなんかさせて。ああいうのは得意じゃないんですが、まあ不法侵入の家で無駄な時間は使えませんからね。ところで御堂正武をどう思う？不安ですね。目立ちたがりは犯罪に向かない。そこが面白いんじゃないか。今回の事件を通して彼の真価が試される。人間の価値を測るにはただ努力させるだけではダメだ。力を与えてみればいい。法や倫理を超えて自由を手に入れた時、その人間の魂が見えることがある。弱者が強者になった時、善良な市民が暴力を振るう自由を手に入れた時も、そういう時に何が起きるのか興味があるんだ。旦那はやるんですか？ネットやら高機能アバターやら。たまに覗くよ。情報収集さ。全体的にアバターをまとった方が人は本音に近いことを語りやすいと思う。さっきも言った通り、ある種の自由があるんだろう。しかし安易な手段で手に入れた自由はすぐにチープな万能感に化ける。さて御堂正武はどうなるかな。分かったよ。笹山。気に入らなければ俺を撃て。それがお前の仕事だ。犯罪係数282、刑事課登録執行官笹山満任意執行対象です。いくら笹山！笹山。やっぱり鴻上か。現場はギノたちに任せて俺だけ抜けてきた。笹山、お前今どこにいる？ GPS は生きてるが地図が真っ黒で何もわからん。抜けてきたってお前いいのかよ。お前に言われたくない。とにかく合流しよう。嫌な感じがする。一人で無茶するな。分かった。ただ俺も自分がどこにいるかやたらと入り組んだ路地でな。牧島、おい、なんだ。悪いが説明は後だ。俺はあいつを追う。おい、ちょっと待って。どういうことだ。あいつの行く先に必ずトーマがいるはずなんだ。多分あいつは標本次元の手引きを。おい、笹山、笹山。くそ、電波が届かん。シェパード2、先行しすぎだ。今どこにいる？ハウンド4が、笹山が見つからない。どうなってる？あいつはどこに行った？落ち着け鴻上。状況がつかめない。一旦戻れ。笹山を連れ戻す。笹山。
大抵の人間は牛や鳥は殺せてもチンパンジーはそう簡単にはいかないだろう。少し人間に似ているし、何より絵を描くことができる。もしも魚が絵を描いたとしよう。何を考えているのかはわからなくても絵を描く動物は殺しにくくなる。感情があるのではないか。直感的に僕たちはそう感じるはずだ。表現するということにはそれくらいの価値がある。近代に入って社会は絶対的な価値観の追求を諦めた。相対的な偏差値的な世界観を中心に据えるようになった。しかしそれは絶対的なものは不要になったからではなく、酸っぱいブドウだとして切り捨てにかかっただけに過ぎない。手に入れにくいから最初からなかったことにしようと。そこにシビラシステムが現れた。システムは文化や芸術にも介入するようになった。シビラ認定芸術家、シビラ推奨作品。ブラックボックス化された独自の判定基準によって発展に必要な苦悩と対立が減少してしまった。表現することを侮るようなやり方はやがて社会に致命的な停滞をもたらす。葛原さつきに続いて山口正美もこの教育機関王総学園の生徒だった。ここは文科省の特殊認可を受けていて、定期検診と学力査定以外色相犯罪係数チェックを免除されている。何かが起きても公安局には手が出しにくい施設だ。それでも被害者2人の通学先であり、標本事件の最重要容疑者だった東間幸三郎の勤務先でもある。後で上から何と言われようが校舎まで踏み込んで調べるしかなかろうよ。わざわざ言われなくても分かっている。ああ、そうだな。犯行が可能な時間帯に学校を出た者がいないか防犯カメラの画像検索を行いました。結果は？怪しいものは何も。防犯カメラの数は十分なはずなんですが。これさ、やっぱり何度でも言うが鴻上はこの捜査には加えんからな。まだ何も言ってないですよ。顔を見ればわかるんだよ。ギーノさん敏感っすね。交代で聞き込みを開始する。まず係から。生徒に接するときはコミッサのホロアバターを忘れるなよ。未成年の色相にどんなにわずかでも悪影響を与えるな。個人主義の高揚は暴力を助長する。フランスの社会学者ミシェル・ビビオルカの著作からだ。さらにビビオルカは主体を奪われた個人がその不可能性を覆すための暴力もあり得ると展開した。私はシビラシステム運営下で最も恐ろしいのはそういうタイプの犯罪だと思っている。なぜなら犯罪者は動機が個人的な欲望から遠ければ遠いほど刑事にとっては手強い相手となるからだ。そのための色相チェックや犯罪係数解析じゃないのか？もちろん犯罪係数を解析すれば一発だ。だが堤防が決壊する瞬間のように突発的かつ同時多発的に暴力が発生する可能性は否定できない。すいません。なんだ？堤防を決壊させるには何らかの方法でシビラシステムの監視をくぐり抜ける先導者の出現が絶対条件であるように思えたのですが。君鴻上信也監視官だったね。はい。そんな先導者が現れた時
今の公安局は有効な対策を講じることができると思うか？君なんだな。僕の犯罪に発生した現時点最大の摩擦は。君の持つコンパスは正確か？僕はこの世界において限りなく罪と罰から遠い場所に立っている。通常の手段で僕に追いつくことはできない。そのためには君は頭の中にとても正しいコンパスと地図を持っていなければいけない。昔から一人遊びが苦手だった。僕はどんな時でも二項対立を欲しがった。戦うこと、競うことを思い切り楽しんでから脱構築主義者みたいに二項対立そのものをずらしていく作業が好きだ。君はどの程度なんだ？時々自分がどの程度なのか確かめたくなる。自分の位置と自分の強さを試したくなる。手伝ってくれるんだろう、公安局執行官。西部劇的、いや古典英雄譚的決闘というべきかな。カビ臭い地下の、例えるならディストピアのベオウルフ。生まれる時代も場所も全て間違えて、それでも僕たちはここにやってきた。僕たちは間違った社会に生まれた。それでも歩む道は間違えなかった。もったいない。千宮寺さんも僕が思っていたよりずっと摩擦に対する対処能力が高い。今からあの二人が突然仲良くなったりしないものか。一度は殺し合ったけど、はい、握手で仲直り。全部水に流しましょうって。まずいな。少し楽しみすぎてる。自分がやっていることが綱渡りだということを忘れるべきじゃない。完璧な計画とは全てが想定内に進むことではない。トラブルが起きても柔軟に対応できる。そんな可塑性があってこそ完璧な計画となる。公安局監視官。彼女への失望は想定内と言えなくもない。だけどどうだろう、鴻上信也。お前はどういうレベルのトラブルなんだ？どれくらいのカオスなんだ？矛盾しているのか、対立しているのか、どちらでもいい。お前は僕に相対する概念であるはずだ。君たちには僕が無害に見えるだろう。虫一匹殺せないシビラシステムの善良な構成員の一人に。僕のやり方に気づいた時にはもう遅い。まだ子供だった頃の話だ。父に連れられて廃棄区画に入ったことがある。
なぜ親子で行くことになったのか詳しいことはよく覚えていない。ちょっとまずいことになったから安全な家に避難だ、そんなことを言っていたようなおぼろげな記憶がある。よくわからない場所のよくわからない部屋で父は拳銃を見せてくれた。他に子供が喜びそうなおもちゃが何もなくて仕方なくという感じで、火薬を使った古い武器、内緒だぞと父が苦笑していた。その時の俺は父と秘密を共有できたことが誇らしかった。今となってはそれが現実にあったことかどうかもはっきりしない。それでも特別な一日だった。意外ですね。何が？いや、例のあいつ、旦那が手を貸すほどの相手かなと。欲望の方向をいじるだけで自由にコントロールできる駒ってのも手軽でいいじゃないか。人間の欲望とは何か。僕は最も厄介な欲望は自己顕示欲だと思う。嫉妬も地上のもつれも源泉はそこだ。旦那は薄そうですね、それ。ゼロに近いと自負している。それが犯罪係数をコントロールする秘訣なのかな。ラッセルの幸福論を読んだことは？ないですね。退屈の反対は快楽ではない。興奮だ。興奮するのなら人間はそれが苦痛でも喜ぶ。わかるだろう。シビラシステムは退屈そのものなんだ。始まったみたいです。いってらっしゃい。犯罪者予備軍はヘルメットの存在を知った瞬間犯罪者になる。なるほど。味を知らないなら誰も蜂蜜を盗もうとはしない。シビラシステムの従順な羊もきっかけさえあれば狂犬に変わる。僕はずっとそう考えてきたし、実際うまくいきそうだ。犯罪者の存在さえ許さない社会はやはり不健全だよ。完璧に殺菌された環境で育った人間がある意味どんな病人よりも弱い存在であるのと同じように、まるである日突然虐殺が内戦というソフトウェアの基本仕様と化したかのようだった。知ってますよ、その本。プロジェクト伊藤。俺が潜在犯指定を受けたのは5歳の時。もう忘れたい記憶だけど、今でも両親の悲痛な表情がまぶたの裏に焼き付いてる。それから施設に隔離されて、セラピーやらカウンセリングやらストレスケア薬剤治療を繰り返す日々。自分が実験動物にでもなった気分だった。ある執行官が殺害され、こうちゃんが監視官から降格された後、隔離施設にいた俺が執行官に選抜された。俺にシビュラシステムによる適正判定が出たからだ。
俺には健康な市民を守るという仕事がどうにもピンとこなかった。あいつらはロックでなしだ。自分たちの世界がどんな人間によって支えられているのか全く知らない連中だ。健康な市民の世界には相変わらず虫唾が走るが、執行官の仕事は楽しんでいる。市民の盾ではなく猟犬として。不自由は多くても隔離施設と比べたら天国と地獄ほどの差がある。市民のためじゃない。俺はかがりビビってんのか？まさか。刑事課登録執行官任意執行対象です。制限を解除します。どうして逃げたりしたの？どうしてでしょうね。こんなパニックになってチャンスだって思っちゃったんですかね。チャンスなんてないのよ。ですよね。あなたは俺のためにシビラを裏切ることはできない。ごめんなさい。こういう時謝るのは良くない。牧島が逃亡。なんだそれは。ふざけてるのか？それにだ、厚生省上層部の動きが不自然すぎる。だからさ、殺しておけばよかったんだよ。誰をだ？それを僕に言わせる気か。分かってるくせに。あれは常守の選択だ。監視官としての信念の強さ。囚人に忠実ないい犬だ。でも首輪に鎖付きでどこまで僕についてこられるかな。調べ物ですか？過去の裁判制度についていろいろ。ああ、牧島を捕まえた後でどう裁くかとか。少しでも具体的なアイデアがあれば。それにしても過去のことを調べるのがこんなに難しいなんて。誰も興味を持たない事柄ですから。まともなデータベースを整備しようなんて思いませんよ。だから鴻上さんは紙の本ばっかり。オンラインはシステムにとっても管理しやすい。調べること自体が良くないってこと？推奨されていないのは事実でしょう。そうかな。正岡さんが子供の頃は歴史は必修に近い学問だったそうですよ。歴史が？過去の人間が何を思い
何を目指して社会を組み立て運営してきたか、その理念や過ちの繰り返しを流れとして捉えれば、将来的にどのような世界が訪れるべきなのか、その理想の形を思い浮かべることができるでしょう。でも今この国には完成された社会、制度の最終形態という触れ込みでシビラシステムが君臨している。さらにもっと正しい社会を思い描くなんて妄言でしかない。確かにそういう考え方してたらサイコパスが曇りそう。そう、曇りますよ。そういう仕組みですから。それに歴史を深く調べると、今のデータベースが穴だらけって見破られちゃうでしょうから。え？手に入れやすい記録は全て現状の社会の成立が必然だったと保証するものばかりです。他の制度や思想が成り立っていたかもしれない可能性を示唆するものは全てなかったことにされている。老いは死と事情がよく似ている。人によっては子供投げに老いと死に立ち向かうが、それは他人より勇気があるからではなくて、想像力に乏しいからだ。人は愛するものを否認してこそ、初めてそれを再び作り出すことができる。おそらくは私の書く本もまた、私の生身の肉体と同様にいつかは死ぬことになるだろう。けれども死んでゆくのはやむを得ないことと認めなければならない。10年後には自分自身がいなくなるだろう。100年後にはもはや自分の本もなくなるだろうという考えを人は受け入れる。永遠の持続は作品にも人間にも約束されていないのだ。生まれたから生きている。生殺与奪の権利を全てシステムに握られているような人間は人間ではない、家畜だ。どんなに表面を取り繕っても畜産業者が家畜を友と認めることはない。不思議だ。この退屈な社会で家畜扱いされて、どうして何も壊さずにいられる。この世界に永遠などない。あるのは贖う者の魂の輝きだけだ。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。珍しいな。変な夢を見た。